トーテムレコーズプレゼンツ六葉高専ミッドナイト学生会。学生諸君ごきげんよう。六葉高専学生会長のボーカルアドマイヤと同じく六葉高専学生副隊長のシンセ狭間世界です。この番組は電子音楽で統治している学風の学校六葉高専で深夜に行われる学生会ラジオ、ビジュアル系テクノバンドをやっている学生会長副隊長の2人が昭和99年最新版のテック系の話題や昭和55年から85年頃の音楽について語るトーク番組です。ひき肉線沿線済みじゃない学生諸君も聞いてるから少し説明した方がいいのでは。そうだね。明星電鉄国際ひき肉線周辺地域では西暦を昭和、平成、令和のどの暦の呼び方をしてもいいことになっています。我々六葉高専の2人は平成生まれなんだけど、昭和に憧れがあるから年の話をするときは昭和歴で話します。ちなみに昭和99年は西暦2024年で、昭和55年から85年は西暦1980年から2010年ですね。それでなんで昭和に憧れが？実家のテレビで昭和の番組を再放送するチャンネルがあってさ、それずっと流れてたの。つまり昭和に育てられた平成っ子だと？そういうこと。というわけで音楽の話はおそらく昔の話が多いと思いますが、僕からは技術の話で新しい風を吹き込みましょうかね。令和最新版この番組はテクノの街、クラブミュージックの街、八時祭り電子音楽振興会、機材トラブルよけに電上お守りをどうぞ、八時神宮、千脇に踊るテクノロジーの街、ひき肉駅前商店街、新たな発見、音楽の旅へご案内、トーテムレコーズの提供でお送りいたします。たちまちひらめきがおる、みんなで作ろうデバーク神社、語ればたちまちひらめきがおる、みんなで作ろうデバーク神社。最新版昭和99年テクノロジー。ここからは昭和99年西暦2024年の新しいテックニュースについて一つトピックを取り上げて話すコーナーです。今日は何について話すの？技術といってもだいぶ広いけど。はい、今日は昭和レトロかつ最新技術の話を持ってきましたよ。初回にふさわしいと思うんですがいかがでしょうか？最近レトロなのリバイバルで流行ってるもんね。聞かせてちょうだい。では早速、Adobe 新作バリアブルフォント桃千鳥発表。4月10日フォントの日に合わせて発表されたもので、レトロな圧縮フォントを再現しています。このフォントの特徴としては、ウェイトを自由自在に変えられること、あとは縦横方向の扁平具合を調整できることが挙げられます。待って、この時点でわからないこといくつかあるんだけど質問いい？どうぞ。まずバリアブルフォントって何？どういうフォント？バリアブルフォントとは、Adobe、Apple、Google、Microsoft が共同で開発した新しいフォントの概念のことです。通常、フォントファイルは字幅やウェイト、車体などのスタイルごとで分かれています。しかし、バリアブルフォントの場合は、フォントファミリー全体を一つのファイルで管理することができます。あと、扁平ってなんだっけ？平たく言えば、文字の高さや幅を潰すことです。長体、平体とは印刷用語で、デザインやスペースの関係上、文字の縦横の幅を変形させる場合などに使用されます。
長体は文字の横幅を狭くしたもので、平体は文字の高さを低くしたものです。ああ、昔プレゼンの授業で縦横に文字を潰すなって言われたな。新聞では文字を扁平にすることを前提としたフォントが使われているので、実は意外と身近なものなんですよ。この桃千鳥も文字を扁平にしても綺麗に見えるように調整されています。具体的に言うと、潰しても線幅が同じように見えるようにデザインされているとのことですよ。すごいね。このフォントをデザインしたデザイナーさんによると、このフォントは15年前から構想していたといいます。昭和の看板やメニュー表などの限られたスペースに文字を詰め込む表現から着想を得たらしいです。今の技術で昔の表現するのって最近のエモポイントだって言われてるよね。このフォントの実現にあたり難しいところとして、圧縮の方向が横組みと縦組みで変わること、縦横ともにコンデンスである、つまり文字が進む方向に対して長体であること、それに伴ったエンジン等の調整に時間がかかるとのことで、提供インチキについては別途案内があるそうです。楽しみだね。提供されたらグッズや印刷物に使ってみようかと思います。レトロ感を強める方向で。というわけで、昭和99年テクノロジーのコーナーでした。ミュージックアゴーゴー。ここからの時間は昭和55年から85年頃までの音楽について一つテーマを決めてトークを繰り広げるコーナーです。西暦1980年から2010年ですね。今回は第1回なので、僕らの音楽性と影響を受けたジャンルについてざっと話しますか？自己紹介がてら。そうしよう。まず、僕たちはどんな曲をやっていますか？私は勝手にアイブチルドレンのつもりでビジュアル系に持ち込んでる。我々のジャンルとしてはテクノ、とりわけダークなやつが多いかな。IVEについて詳しくお願いします。IVEというのは北海道を活動拠点にしている音楽集団で、アニメやゲームの曲を数多く手掛けているよ。なるほど。他に影響を受けたジャンルやアーティストはいます？ジャンルいっちゃう？昭和55年代のハイエナジーとか、昭和65年代のいわゆるジュリアナテクノや J-POP、昭和75年代の美少女ゲームソングあたりかな。そのあたり僕の方がわからないことだらけなんですが、次回以降で詳しく語られると思います。そうですよね。もちろん。無限に語れるか任せておいて。あれ、そういえば世界さん、昭和75年代の時おいくつでしたっけ？小学生。なんで美少女ゲームソングのこと知ってるんですか？気づいちゃった。私が小学校5年生の時かな。小学校に視聴覚室ができて、休み時間や放課後に自由に PC を触れる部屋があったんだ。そこで面白フラッシュ倉庫みたいなのとか友達と見て、その他に美少女ゲームの曲が使われたやつあって脳天を殴られた感じの、いい意味ではショックを受けたの。そんなことが。実は僕、フラッシュが何か自体知らないんですよ。マジ？フラッシュってのはね、ソフト内で描いた絵や外部から取り込んだ画像や音楽とかのメディアを使ってアニメーションを作るソフトだよ。今はもうなくなったけど、昭和75年代頃はインターネットに住む人々がこぞってアニメを作ってはサイトに公開してたんだよ。興味深いですね。ちなみに美少女ゲームソングのどのようなところでショックを受けたんですか？そのフラッシュで使われていた曲がさくらんぼキッス爆発だもんって曲。いわゆる萌え系電波ソングと呼ばれる音楽の代表作で、萌え要素が含まれていて、聴いた人の印象に強く残る曲なんだ。まだ知らない萌えの概念とその表現の方法に小学生の私は見事にやられてしまいましたとさって、ここだけインターネット老人会になっちゃったじゃない。でもそれ以上に昔の時代の曲も語るんですよね。昭和75年代はまだ老人会ではないのでは？もう何も言い返せないよ。では次回のテーマについて教えていただけますか？はい。
次回は昭和55年代のハイエナジーについて。何それって思う学生諸君も、懐かしさを覚える学生諸君も楽しみにしててね。僕も何も知らないぜなので、まっさらな気持ちで臨みたいと思います。それではこの辺で、ミュージックは55のコーナーでした。お便りコーナー。ここからは学生諸君から寄せられた苦情、ご意見、ご感想を読んでいくコーナーです。今日は初回ですが、お便りありましたっけ？なかったよ。お便りがなかった回は私たちがやりたい放題遊ぶコーナーになるよ。嫌な予感しかしませんね。なんかごそごそ言ってますしね。今日はね、マイヤくんに食レポしてほしいものがあるんだ。はい、これあげる。うわ、何ですかこれ。ワッピンクの、あれじゃないですか。川崎の金丸祭っていうお祭りで買える飴、エリザベス飴だよ。川崎？そのお祭りに行ったんですか？川崎駅近くの飴屋さんで買ってきた。なんだ。金丸祭というのは商売繁盛、子孫繁栄、縁結びなどを狙って金山神社で毎年行われているお祭りだよ。3つのおみこしを数えて川崎大師周辺を回るらしいよ。大みこしと木彫りの船みこしと一番大きくて迫力のあるピンクのみこし、エリザベスみこしだね。おみこしの一つをかたどった飴であると。そうそう。私たちは IT 関係とはいえ神聖なものを曲で取り扱う時があるから、これくらいは知っておかないとね。それで、これ、食べればいいんですか？どうぞどうぞ。食べ方は？飴なんだから普通に飲めればいいんじゃない？そうですか。じゃあ、それでは、いただきます。意外と普通に甘い。エリザベス飴の原材料は砂糖と水飴。あと香料。店員さん曰く壊れやすい飴だそうだから気をつけて。マイヤ君が放送できない顔してる。映像の放送じゃなくてよかった。音だけじゃ何もわかんないからちゃんと食レポして。申し訳ない。とりあえず、これはすごくいちご味なので、美味しく安心してお召し上がりいただけます。この前金丸祭に行った友達に動画も見せてもらったんだけど、祭りには海外から多くの方がいらっしゃるし、この飴を外でみんな食べてたよ。なんだって、これが祭りの雰囲気っていうものですか。そうかもね。というわけでそろそろ締めよう。飴は後で美味しくいただいてよね。そうします。この放送を聞いている学生諸君にもご利益ありますように。なんか決まっちゃったね。次回からもお便りコーナーこのセリフで締める？いいですね。さて、そろそろお別れの時間がやってまいりました。ミッドナイト学生会第1回、いかがでしたか、マイヤ君は。本当に好き放題やらせていただきましたけど、これでいいんでしょうか。次回からのお便りコーナーが苦情対応になりませんか？我々の学生会なんだし、いいんじゃない？それに私たち、そんなにピュアピュアやってないし、ラジオパーツオンエキの先輩方にはもっとすごい人もいるよ。なら、いいのか？レトロなフォントの話もインターネットの話も楽しんでいただけたのであれば幸いです。楽しかったよね。ラジオの方向性、
楽しくて、ちょっとサービスで役に立つ。五七五、いいんじゃない？ちょっとの後なんて言いました？誰が得するんですか？さっきのエリザベス飴とか、美男子が食べてたサービスじゃないの？先輩、どこかの時点でセンスが止まってる気がするんですよね。昭和65年ぐらいで。なんだよ。そんなことないよ。というわけで告知しますか。はい。昭和99年4月30日、ライブハウス8時祭りボルトでワンモアライブあります。今回配信はありません。ごめんなさい。チケットを持っている学生諸君、会えるのを楽しみにしているよ。久しぶりの8時祭りボルトですが、何か意気込みとかはありますか？結成当初からの本拠地なんで、2人で盛り上げていきます。よろしくお願いします。グッズはソロチェキ、グループチェキ、投稿記念シール、今回新作グッズもありますのでお楽しみに。この番組へのご意見ご感想は、ハッシュタグ、非実在 VK バンド六葉高専をつけて、Twitter、ブルースカイ、この番組の YouTube コメントで投稿してください。学生諸君からのお便りお待ちしています。それでは今日の学生会はここまで。お相手は六葉高専学生会長、Ado舞也と、六葉高専学生副会長、狭間世界でした。バイバーイ。この番組は、テクノの街、クラブミュージックの街、8時祭り電子音楽振興会、機材トラブルよけに電上お守りをどうぞ、八時神宮、千脇に踊るテクノロジーの街、ひき肉駅前商店街、新たな発見、音楽の旅へご案内、トーテムレコーズの提供でお送りいたしました。